は、スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師、新海真希です。今日は火星伊手座のお話です。11月の4日から12月の15日まで火星が伊手座に滞在します。実はこの期間ですね、周波数を上げるチャンスなんですが、この期間のね、行動がひょっとしたら未来を変える人生のステージを一気に上げる可能性もあります。ですが、そのためのお試しもあるんです。なので、今回の動画では、12星座別にこの時期の開運テーマと注意点をまとめました。それから、私自身、新時代先生術と並んでライフワークとなっているマニフェステーション実現プロジェクト、つまり願望実現体質に変えていくためのプロジェクトの中ではですね、寝起きのエネルギーが1日を決めるということをお話しているんです。寝起きで1日が決まって、その1日の日常の積み重ねが人生の結果、豊かさを作るという方法を大切にしているんですが、だからこそですね、この火星伊手座期をスムーズにステージアップするためには、朝一でどんな言葉を発するかというのがとても鍵になります。なので、これも12星座別にあなたの行動を後押しする朝のアファーメーション、これも私考えてみましたので、ぜひ最後までご覧ください。さて、それではですね、まず早速、いて座火星期の全体のテーマです。火星はいて座に移動するのが11月の4日で、1ヶ月ちょっと12月の15日まで、ステイしますね。そしてこの期間なんですが、行動、情熱が一気に拡大モードに入っていきます。いて座の火星は、信じ続けること、挑戦すること、自由がテーマです。旅とか学びとか発信すること、ビジョンを拡大することなど、自分の世界を外へ広げる行動が開運の鍵となります。それから、いて座は学校を超えた学び、人生を哲学として見ること、そして自分が信じたものをやり遂げるというテーマの場所でもあります。ですから、この期間、あなたがどれだけ自分自身の価値とか、自分が信じているものの価値、自分が学んできたものの価値、自分が提供している仕事の価値、自分が何かカフェを経営しているなら、このカフェの素晴らしさの価値みたいなね、その自分とか自分の家族の豊かな未来を信じているかみたいなところにつながっていく今のあなたの価値がどこまで信じているかどうかを試される時です。ですから、それを試すような場所、あなたがこんだけ信じてますということを宇宙に表現できるような場所が与えられる時期です。あなたの信じている力を試すようなテストがこの期間必ずやってきます。で、ひょっとしたらそれはわざとすんなりいかないとか思った結果が出ないという形で現れます。でもそれこそあなたが本当にそれを信じてますかというテストなんです。そこでテストに通れば、ここで一気に周波数を上げていくことが可能です。先ほどもお話ししたマニフェステーション術では、内側に向かいがちな人は、先生術の周波数を上げやすい天体の時期を利用して、一気に取り戻すことが可能ですよというふうに教えていますが、まさに今回その時です。ただし、この時期注意したいエネルギーもありまして、それは正義感の暴走と言葉の押し付け、信念が強すぎて人に自分の考えをぶつけてしまうこともあります。あくまであなたが信じているかどうかであって、他の人まで巻き込む必要はないということを忘れないでください。ポイントは、情熱は軽やかに、行動はユーモアとともに。火のエネルギーを楽しみながら広げていってください。上に向かうエネルギーなので、ちょっとうちにはクリスタルショップなので、上に向かうエネルギーといえばもうクリスタルはジェネレーターなんですね。ジェネレーターがすごい助けになります。持っている方はぜひこれを頭にこう当てて、どれでもいいんですが、当てて上昇していくエネルギーを感じてみてください。ちょっと並べてみましたので、本当はもっといっぱいあるんですけど、並べられる範囲で、ぜひ皆さん。あとですね、こういう時期こそクリスタルの、助けはあります。なので、もしクリスタルを持ってる方は、ぜひこんな時にね、自分の持ってるクリスタルに頼ってみてください。
テスト期間でしょ。私もそうだし、私の子供たちみんな、こう大学受験とか全部、うまくいったんですが、下はまだこれから大学受験ですけれどもね、必ずテストの時にやっぱりこのクリスタルをお守りにしていきました。クリスタルっていうのは、自分の力を最大限に発揮できるっていうお守りになるんです。もし自分が努力してないものは出ませんが、ちゃんと勉強してきたらば、その最大の力を発揮することができます。特に最近私はもうこのスーパーセブン、なかなか希少価値のあるものですが、ものすごいおすすめしております。ここは宣伝になりますが、うちのオンラインショップ、クリスタル、アクエリアスクリエーションでも買えます、オンラインでね。でもまあ、お近くの場所でぜひ送料かかりますんで、探してみてください。さあ、それではここから12星座別のテーマです。先生術的に見ておりますが、カードからのメッセージもありますので、カードもお見せしながら、お話ししていきます。まず、お羊座です。情熱が再転化します。理想に向かって一気に行動をとってください。勢い余って無計画にならないように気をつけてください。アファメーションは、私は直感を信じ、今すぐ行動に移します。です。ここでですね、言うの忘れてましたが、これはどれを見ればいいですかってよく聞かれますが、多分これは皆さんが分かるのは太陽星座なので、まずは太陽星座のところを見てください。関係ないことは絶対ないので、そこで見てください。そして火星星座が分かる人は火星星座ももちろん見てください。火星星座と土星星座の方が意外に大事よという話をよくしてるんですけれども、こちらはですね、また私はノートの方で記事も書いておりまして、火星星座早見表とか土星星座早見表も出してますので、気になる方はそちらも見てください。さあ、それでは、お牛座です。心の深い部分を変えるチャンスです。執着を手放して信頼を学ぶ。コントロール欲には注意してください。アファメーションは、私はすべてを信頼し、安心の中で変化を受け入れます。です。双子座です。人との関係が熱く動くときです。協調の成長が鍵、共同に動く、その動きが成長の鍵です。意見の衝突もありますが、視野を広げるチャンスになります。アファメーション、私は心を開き、真実のコミュニケーションを楽しみます。蟹座、仕事や健康の改革期です。体調管理と習慣の見直しの時、行動効率が急上昇しますが、完璧主義は NG です。アファメーション、私は整ったリズムの中で力強く前進します。獅子座です。想像力と恋の炎が燃えるとき、自分を思いっきり表現して OK ですが、過剰な自己アピールは控えてください。私は情熱と喜びで自分を表現しますが、アファメーションです。乙女座、家や居場所に情熱が注がれる時です。模様替えや家族との時間が吉となります。過去の怒りは早めに手放してください。アファメーション、私は安心できる場所から愛と行動を広げます。天秤座、発信と学びの風が追い風になります。SNS や講座での発言が注目されます。焦りすぎて口が滑らないように注意です。アファメーション、私は言葉の力で光を伝えます。サソリ座です。お金と自己価値を動かすときです。安定した収入を未来の仕事への投資へと使うのもよし、比較や嫉妬にはエネルギーを使わないようにしましょう。アファメーション、私は自分の価値を深く認め、豊かさを受け取ります。いて座、行動力が最高潮です。自分の道を切り開くタイミングです。ただし、無謀な突進には注意をしてください。アファメーション、私は自由に挑戦し、世界を広げます。ヤギ座、潜在意識が刺激される時です。直感を信じて静かに準備をしてください。無理に動かさず、内側を整えることが鍵です。アファメーション、私は静けさの中で新しい自分を育てます。水亀座です。仲間とのプロジェクトが加速しています。共鳴する人と未来を描いてください。理屈よりも情熱でつながりましょう。私は仲間と共に新しい未来を創造しますが、ファメーションです。最後、魚座。
社会的なステージで活躍の時です。理想に向けて挑戦をしてください。責任感がプレッシャーになりすぎないように注意をしましょう。アファメーション。私は魂の使命を信じ、社会で輝きます。この言ったアファメーションをぜひですね、このいて座、火星期に1ヶ月ちょっと毎朝唱えてから1日を、スタートしてみてください。皆さんに共通なのが英語なんですけど、降りてきたメッセージは、stronger I believe, the stronger I believe, the brighter my life shine. 信じる力が強いほどあなたの人生が輝きます。これも日本語でもちろん結構ですが、加えていただくといいと思います。ということで、皆さんにもスーパーセブンのエネルギーもお届けしながら、ぜひ素敵な伊手座火星期をお過ごしください。素敵な一日を。